クリティカルシンキングスキルを身につけ本質を極めるための7つの習慣ということで今回は情報提供させていただければと思いますね。クリティカルシンキングっていうのは何でしょうかということなんですけども、日本語で言うと批判的思考なんていうふうに言われますけれどもね、こういった昨今ですね、ネットが発達をした時代にですね、信頼のおける事実ですとかね、データをもとに自らの頭で考えることということで今回は定義をしておければと思いますね。でじゃあなんでこれねクリティカルシンキングが今必要なのかということなんですけどもね、皆様ご存知の通りですね、ネットを中心にですねもういろんな情報がもう今氾濫をしてますよね。でそうしたネット記事の中には、一般的にフェイクニュースと呼ばれますけれども、根拠のないものね、あるいはきちんと本質を捉えられていない表面的な記事が含まれていますということですね。こういったものはですね、娯楽として楽しむ分にはいいんですけれども、残念ながらビジネスとしては使えませんのでね、やっぱりそういった中でですね自分自身で、本質を見極める力っていうのが今まで以上に求められていますということですね。で特にこういったことを意識しないとですね、昨今はアルゴリズムによってですね、ネット記事もですねその方の興味のある内容しか表示されないような仕組みになっているわけなんですね。とするならば自分の意見というのがですねそういったアルゴリズムによって強化される恐れというのがあるわけですね。となると自分は正しいんだみたいなですねことになってしまいがちということで、意識をしてクリティカルシンキングのスキルを身につける時代に今もうなってきているということかと思いますね。そういった中でですねこのクリティカルシンキングのスキルを身につけて本質を見極めるための7つの習慣ということで、7点ね、ご紹介できればというふうに思っております。1点目ね、ネット記事をうかつに信じないですね。このためにはですねやはりソースとなる、その記事の元これを調べる習慣というのをぜひとも身につけていきたいなと思いますですね。はい、それから2つ目ね、残念ながらですねネット記事には本当の大事なこと、すなわち本質的なことっていうのはもう載っていないんだというふうに思っていただくのがいいかなと思いますね。ネット記事には本当の大事なことは載っていないということを明記する、心にも明記しておく、こういうことが重要かなということですね。それから3つ目、事実と意見を分ける習慣ですね。事実というのはですね、データをもとにですね、きちんと整理をして説明をされているかと思うんですけども、意見というのはね人によって当然違うわけですね。でこれを混同してしまうとですね、本質を見極められなくなりますので、事実と意見はきちんと分けるようにしていきましょうよということですね。これは日頃のコミュニケーションでは当然一緒のお話ですね。それから4つ目意見を読み込む場合はコンテクストを意識をしていきましょうよということですね。コンテクストっていうのは日本語で言うと行間というふうに言いますけどね、以前からもね新聞なんかを読むときには行間を読むように意識しましょうよというふうにありましたけどもね、その意見の出てきた背景ですね、そういったところも含めて意識をすることによって、本質を見極められるようになりますということですね。それから5つ目、普段とは違うものにも興味を持つ習慣ということで、先ほどもお話ししましたけどアルゴリズムによって私たちの思考っていうのはコントロールされがちですので、意識をして普段あまり読まないような記事を読むとかですね、幅広い知識がいざという時にやっぱり役立ちますのでそういったところをぜひ今まで以上に意識していただけるといいかなということですね。それから6つ目本質は自分で考える習慣先ほどもありましたけどネット記事には本当に大事なことっていうのは載っていないということを意識をしていただいて、とにかく自分で考える、自分の頭で考える習慣というのをぜひ持っていただければということですね。それから最後に7つ目最後は自分を信じる習慣ということですね。自分自身でしっかり考えて結論を出した時には最終的には自分自身を信じる。ひょっとしたら周りの人が同意をしてくれないかもしれないんですけどもそこは自分の意見を信じると、これを最後に持ってきました。以上クリティカルシンキングを身につけ本質を極めるための7つの習慣ということで
情報提供をさせていただきました。